आज खाया है इंडिया।じゃあまずこの国どこかわかりますか？名前って聞いたことありますか？トランプさん。もうなんかみんな踊ってるし、もう歌ってるし、なんかもうみんな笑顔で目がキラキラしてて好きです。フレンドリーだし。嫌だなって思う点は話しかけてくれる人とか結構お金目的の人とかもいるんですよ。मैंने पहली बार इंडिया गई थी बरस 2010 में। Hi guys, this is Shun from Dari Japan. Today we will ask the Japanese people about their feelings toward India. We will start with a simple quiz about India. Then ask the Japanese girl who is learning language that's spoken in India why she is learning language. And also try to make Japanese people eat Indian food. Let's go! じゃあまず、この国どこかわかりますか？ある？インド？正解です。インドです。インドだと思います。インドです。インド。正解です。普段何されてますか？普段はキッチンカーでチュロスを販売してます。今からお見せする国旗の国をお答えください。はい。こちらです。インドです。正解です。この地図の中でインドがどこにあるか答えてください。これも正解です。大体でいい。はい、大丈夫です。この辺ですか？惜しいですね。そうです。ここですね。そうです。これがインドになります。ああ、これね。見たことありますこの形。はい。ここです。同じです。そう。正解です。このインドなんですけども、インドの首都、日本でいう東京はインドの首都は何ですか？ジャカルタ？惜しい。ジャカルタはインドネシアですね。ああ、そっちか。か。バンコク。タイだ。タイだ。なんだわかんない。ニューデリー。わかります。はい。絶対覚えてたんだけど忘れちゃった。インド。何ですか？今日ニューデリーっていう。ニューデリー。そうです。すごい。北の方ですね。ニューデリーっすね。いやでもわかんないけど、ニューデリー。この辺。真ん中あたり。わかんないです。全然わかんないです。全然わかんない。です。ニューデリー正解です。で場所はちょっと上の方に。もっと難しいんですけど、インドの首相。聞いたことないです。ないです。モディ首相っていう。なんかインドの現首相のお名前をお答えください。わかんないです。ごめんなさい、インドの方。名前って聞いたことありますか？トランプさん。トランプさん。モディ首相っていうのそうです。聞いたことありますか？ないです。ないです。もうから始まる。もだった気がする。なんか安倍さんと仲いい人ですよね。そうです。もう正解です。ちなみに。モーリー。モアイ。モアイ。モーリーちょっと近いかも。モーモガン。モーガンは違う。もう。正解はモディ首相です。モディや。惜しい。結構日本のニュースとかでも流れてきますか？たまに流れてくるイメージです。はい。顔は知ってます。顔知ってる。はい。現首相のお名前ってご存知ですか？モディさん。おー、初めてです答えられたな。首相だよ。こちらのインドの通貨のお名前わかりますか？待って。いや、わかんないです。2文字、3文字でルです。ルから始まる。ルビー。あ、惜しい。わからない。正解はルピーでしょ。インドドルとか。インドドル違います。違う。ガンジーではないですか？ガンジーじゃないです。一眼寺。これルピーっていう通貨です。わかんないです。これルピーっていう
ルピー。ルピーっていうお金の単位。この人一生よく聞いたことあります。このルピーじゃないよ。この方はガンジーさん。ルピお、ー。お、すごい正解です。インドの通貨の名前お願いします。ルピーだよ。インドの俳優セレブリティの皆さんなんですけど、まあ顔だけここにいる方で誰がかっこいいと思います。はい。この中で選びました。せーの。違う人です。なんでこの方に？なんか爽やかだ。爽やか。うん。なんで？でもイケメン。うん。イケメン色気がある。ああ、なるほど。色気ある感じ。かっこいい。かっこいいなって思う人。お、理由は何ですか？顔っぽい。あ顔の形が好き。あが好きです。せーので指させる。せーの。おいしい。この人、はいなんでこの人選んだの？なんだろう。清潔感がある。清潔感。この中だと。だけど肌が綺麗っていうか、ああ。なんかツヤツヤツヤしてるみたいな。こう全体的にインドのその俳優さんとかが多いんですけど、この男性陣見てどういう印象を持ちますか？なんかダンディーっていうか、あなんか日本と比べてなんかすごいなんだろう。なんかヒゲとかもあってみたいな。かっこいい。かっこいいですね。目つきがすごいいいな。ああ、なるほどね。同じ。顔が濃いな。顔濃い。はい。この人です。理由は何ですか？この人と迷ったんですけど、2人とも顔がすごいタイプなのと、でも紳士そうでなんか大事にしてくれそうな方がちょっとこっちに見えたので、この人にしましタイプっていうとどういう方がタイプなんですか？た。なんか清潔感のある人で、なんか周りの方はおひげが生えてたからじゃなくて、私はこのすっきりした感じの人がいいかなってあれです。美人だなって思う方って1名選べたりしますか？その理由は何ですか？理由、黒髪が好き。あ他にもいるんですけど、そうですね。鼻高くて黒髪、で彫り深い人。あ、そうなんです。なるほど。そうです。オッケー。はい。せーの。あ人選んだんです。なんか骨格がはっきりしてて、すごい。なんで美人っていう可愛いというよりは美人という感じで、この人、なんかインド人っていうか西欧の人に見えますね。はいあ。僕なんか彼と逆になんか可愛いなってあ思ったからですね。あ、この人は若いインド人のインフルエンサー、インスタグラマーみたいな人で、で、僕も知ってる人なんですけど、めっちゃ可愛いです。会ったことあるんですか？ないです。この方かな。ね、なんか濃い感じじゃなくて、すごいナチュラルな可愛さが一番この方があるかなと思ったので、私ナチュラルな可愛さの人好きなんか女の人のすっぴんとか、だからこの方がいいかなって思いました。すいません。ひなとなんかこの人知ってる？なんか映画とかに出てます。はいはいはい。インド映画とか見るんですか？RRR を見て、私わかんない、出てた気がする。私はこの方とこの方が綺麗系と可愛い系って感じ。確かに確かに。インドって行ったことありますか？あります。あります。何しに行ったんですか？バックパッカーで行ったんですけど、2回ぐらい行ったことあります。はもう本当に旅行ですかね。もう興味で行ったんですけど、僕は2回行きました、インドは。インドはどうでした？感想というか。いや、もう大好きですね。ドハマりしました。多分結構好きか嫌いかで分かれるってよく言われてるんですけど、私は多分ドハマりしたタイプです。一番良かったことというか、もう自分がハマったっていうことはどういうことですか？たことは、なんか大まかに言うと、国民性、もうなんかみんな踊ってるし、もう歌ってるし、なんかもうみんな笑顔で上がキラキラしてて好きです。フレンドリーだし、そこら中にこう牛がいたりとか、猫がいたり犬がいたりとか、猿がいたりとかってでして、なんか生き物も人間もみんな家族みたいな、同じ村の人みんな家族みたいな。
なんかそういうつながりがすごいなんだろう深いから好きです。まあすごいみんな欲望のままに生きてる。なんか自分のやりたいことはやるし、行きたいところは行くみたいな。すごいそこがはっきりしてるから、なんかこう周りにどう思われようと自分の意思を貫くみたいな国民性はすごくなんか日本と違って私は好きだったんですけど、最初行ったのが学生の時で、いろいろ人の目気にしながらとか、なんか日本ってそういう生きづらさをちょっと感じたとこがあったので、なんかインドに行った時にそこがもうポコーンって外された感じ、なんか自分の行きたいように生きていいんだみたいな風になんか思えたところですかね。まあ、やっぱり文化も違うし、めちゃくちゃカオスなんで、もうすごい大好きです。じゃあインドのいい点、好きな点はどういうところですか？インドの好きな点はやっぱり人がめちゃめちゃフレンドリーなんで、やっぱり道端歩いてるだけですごい声かけられたりとか、あとはまあ写真撮ってってスター気分になれるんでまあ結構楽しいですね。そういう部分は好きです。逆にインドのでカルチャーショックとか嫌だったこととかってありますか？嫌だったところは衛生面なんか嫌だったというか、私は今はいい経験だったなって思ってるんですけど、あるまあ田舎町でちょっと隣の町に移動しようとしてた時に夜行バスに乗ったんですよ。日本だったら普通にこうバスの休憩所みたいな、例えば高速でも休憩所みたいなあるじゃないですか。でインドでもなんかはい休憩ですみたいな、夜中に何もないところに降ろされるんですね。でみんななんかそのなんか施設があるわけでもないし、トイレがあるわけでもないし、でもなんかみんな降りていくんですよ。何もないしってところに芝生みたいな開けてるところに。何をするんだろうと思ったら、みんなもうその辺で女性も男性もトイレし始めたんです。ちょっとなんか草むらで隠れてるところとかでもうなんかノーションし始めて、私その覚悟ではまだ来てないの。そんな覚悟はないけど、ここでしなかったらね、朝まで無理じゃんみたいな、無理だと思って、私ももう5にれば5に抱えて、はい。嫌だなって思う点は、話しかけてくれる人とか、結構お金目的の人とかもいるんですよ。だからそこを見極めるのは結構難しいなって思います。どういうふうにお金をせがまれるというか？それこそ僕一回詐欺にあったんですけど、昔、すごい仲良くなったインド人の2人組がいまして、で僕ん家泊まり来なよみたいな。で結構もう1週間2週間ぐらい遊び行ったりとか飯食い行ったりとか、家でお酒飲んだり結構楽しい日々を送ってたんですけど、僕が帰国する直前ぐらいにいやすげえ困ってんだよねっていう風に言われまして、どうしたんって聞いたら、土地を買ったんだけど頭金が必要になってみたいな。で僕その時本当に19歳とかでもうすごい若くて経験もなかったんで、みたいな、大丈夫っていうことで50万ぐらい貸したんですよ。でそれは戻ってこなかったですね。ちなみにインドの料理で一番好きだった食べ物とかってありますか？インドの料理はそうですね、やっぱり僕はフルーツ。僕インド行った時全然お金なくて屋台の料理しか食べれなかったんですよ。で屋台の料理正直味のしないスパイシーな水みたいな感じで、僕あんまり受け付けなかったというかあんまり僕の口には合わなかったので、代わりに僕フルーツを基本的に毎日食べてたんで、フルーツが一番美味しかったです特にバナナインドで一番好きだった食事とかってありますか？食事はよくカレーっていう風に思われる。もちろんカレーも美味しいんですけど、これインドなのかネパールなのか分かんないですけど、モモっていう水餃子みたいな、若干こうスパイスの香りがする餃子みたいなのがあるんですけど、割と日本でも食べられるインド料理屋さんとか行くとモモがすごい美味しいです。じゃあちょっと覚えてる言葉だけでもいいので、ちょっと最後一言、ヒンディー語、タミル語で挨拶お願いします。わかりました。मुझे इंडिया पसंद है। This channel produces the following 4 types of videos. The first one is the various interviews related to Japan. The second one is the day in the life of Japanese people. The third one is reaction videos on various topics. And the last one is how the lives of people from different countries are in Japan.
This channel is definitely the best channel to learn more about Japan. If you find this video interesting, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. インドって行ったことありますか？漢字、もちろんです。その時の目的って何でしたか？最初は旅行で行ったんですよ。मैंने पहली बार इंडिया गई थी बरस 2010 में 2週間2 हफ्ते में मैंने दिल्ली आगरा ऋषिकेश बुद्धगया कोलकाता गई थी उसके बाद मेरे अंदर रहने की इच्छा जागी旅行じゃなくてちょっと居住者として感じてみたいなと思ってその後インドに渡ってインターンをしました。2000 garage में मैंने एक साल न्यू दिल्ली रहती थी उससे समय मैंने दिल्ली में इंटर्नशिप की थी インドに住んでみてすごい楽しかったですか？楽しかったり大変だったりどちらもはいインスタとか拝見して、ヒンディー語の勉強されてると思うんですけど、なんで勉強してるんですか？ क्योंकि मैं इंडियन लोग के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ インド人ともっと仲良くなりたくてはいヒンディー語学び始めました。インドに行った時の何かカルチャーショックとかってありますか？インドのカルチャーショックはジャイサヘアチャヘみたいななんかありのままでいいみたいなところमेरे लिए इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग है हर जगह हर गाड़ी में गाड़ी और कुत्ता होते हैंそこら中に野良犬がいたり野良牛がいたり even in Delhi capital city Delhi it's very different from Tokyo からすごい面白い。ヒンディー語で好きな言葉ってありますか？ヒンディー語で好きな言葉は No problem Actually no problem ヒンディーを落ちました No problem ヒンディーनहीं है Like Indian people always say No problem そのなんか緩い感じがすごい好きです。ヒンディー語ってどういうふうに勉強されてますか？ヒンディー語はオンラインでインド人の先生と週1ズームで習ってました。मुझे इंडिया बहुत पसंद है मेरा नाम काना है またインドに行きます。インドのお菓子なんですけど、ちょっと一口食べてもらうことってできますか？はい、もちろん。いただきます。美味しいです。どんな味しますか？ちょっと辛くなってきました。でもこれインドのですよね。インドのなんか日本のポテトチップスとそんな変わらない。ピリ辛が美味しいです。日本との違いっていうと辛さぐらいですか？なんか辛さがちゃんとなんかスパイスっていうのかな、唐辛子みたいな、ちゃんと日本より効いてる気がします。辛い。美味しいですか？美味しいですよ。おーはいくるくれああ、お僕もわかんないです。じゃあちょっと開けて食べてもらいます。わかりましたあ、いい匂い。いい匂いどんな匂いする？スパイシーっていうか、スパイシー香ばしい。香ばしいっすね。うん。美味しいです。美味しい？お辛いですちょっと辛い？辛うんうん。結構辛い結構辛い結構辛い結構きますね。後から来る？はいでも嫌な感じじゃなくて美味しいなんか日本のスナックとかとの違い、どんな違いがあるかわかります？辛みが強いかなって印象ですね。じゃあ今日このインドの寺院にヒンドゥー教とかインドの文化を学びに来ていらっしゃると思うんですけど、今配られたおかゆちょっと食べてもらってもいいですか？まあインド風のこのスパイスが効いてて、でもカレーチックな感じもすごい日本人の口にも合うと思います。でこのインド特有のなんかスパイスの効いた味が結構癖になる感じですごい美味しいです。
インド行った時に食べた、スパイスがちょっと日本のカレーとは違う感じのスパイスが懐かしい。口目緊張したんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。でちなみに皆さんは今日ここのインドの地になんでいらっしゃるんですか？そうですね。大学の活動で日本とインドの大学を結ぼうっていう活動をしておりまして、その一環で文化体験として参りました。有名人とかもめっちゃ来てる。人気店です。それなんだっけ？これはクルフィーっていうインドの伝統的なアイス。親ビリヤニ、ブリヤニ。いただきます。いただきます。なんかめっちゃうまい。美味しい。なんか溶ける。普通に日本でインド料理って言ったらやっぱナンとカレーのイメージあるんですよね。全然辛くない。普通のチキンカレー。でもスパイスの味がめっちゃするっすね。でそんなに甘すぎない。美味しい。じゃあサンドイッチも。もうここまでスパイスの効いたチキンは日本料理にはあんまりないからめちゃめちゃ美味しい。癖になる。俺の知り合いはインドに行ってビリヤニが好きすぎて日本でビリヤニのレストラン開いて